こんばんは、プレツリーです。今回は胸のダクト、黄色いルーバーの製作になります。ダクト周りの形状ですが、ガンプラによって様々です。でも僕のガンダムはこのガンプラのようにアニメのように中に収まっている形状のものを作っていきます。このルーバーの羽なんですが、アニメだとたまに4枚になってたりしたんですが、3枚でいいでしょう。左右対称にさえ作り込めば大丈夫かなと思ってます。今はただ穴あきの状態です。ここにルーバーの羽各3枚が取り付けられるように、そして合板の小口、積層を隠すように細工をしていきます。久しぶりにカーブがない直線だけの仕事なんで、気持ちが楽でした。それでも作り始めてみないとわからないこともあって、今回もちょっと苦戦してます。一緒にガンダムを作っている気持ちで見てもらえたら嬉しいです。それでは制作スタートです。今回は胸部本体の製作で出た端材だけで作れました。なので A パーツで使った合板はまだ2枚だけです。まずはルーバーの製作です。羽の部分を作っていきます。両サイドには後から積層を隠す合板を貼るので、その分の余白を残して横幅ギリギリで作っていきます。本当はくり抜いたものを使えば木目を胸部本体とも合わせられるんですが、くり抜いたものなので寸法が足らず、別の合板を使いますが、羽の木目は合わせていきます。正直かぶりがあるのでつながっているようには見えないんですけども、木目の流れが同じならすっきり見えるかと思います。ということで、一つでもミスして違う合板を使ったら一発で皆さんにバレます。このままだとボテッとしたフォルムになるので、先端を鋭角にしていきます。
先端の積層は絶対隠すとして、裏面はもういいかなと悩んだんですけども、もともとの合板の抜けがあるので、これがちらっとでも見えたら嫌だなと思って裏も隠していくことにしました。ほとんど見えませんがね。ということで、合板の積層を隠す合板の表面一層だけの合板、言葉にするともう訳が分かりませんが、作っていきます。それぞれの積層を隠す合板ができたので貼り付けていきます。ほんと無垢の材料でね、やればこんな手間。木工って基本削って形にしていくものだと思うんですけども、僕の場合は貼って隠して削ってまた貼ってです。
羽はこれで一旦完成です。次にこれらを取り付ける部材を作っていきます。なんて説明していいかわからないんですけども、簡単に言えばルーバーを取り付けられるように両サイド壁を立てていきます。内側はまだ先の話なんですが、コックピットハッチの下地にもなっていくのかなと思ってます。詳しくはその時に考えます。行き当たりばったりの制作なので、あっちもこっちも考えてると頭が追いつかないんですよね。動画内では省いたんですが、小口を斜めに削りました。胸部は曲線を描いています。これに沿うように取り付けた時に芯に対して直角になるようにするためです。説明が圧倒的に下手ですよね。感じてください。すいません。逆サイドのものも同様に削りました。なんとなく見て分かっていただけたでしょうか。次は外側につくパーツを作っていきます。いろんなものを駆使してかたどっていきました。作ったパーツを仮止めしてみました。あとはこれに羽をなんとか取り付けるのと、合板の積層部分があらわになっているので、それをひたすら隠す作業になります。四方ぐるりと薄く削った合板を貼り付けて合板の積層を隠していくわけなんですけども、全て何とも言えない角度がついてて、お察しの通りです。コツコツやるだけですね。秘技合板の一層目剥がしやっていきます。
なんとかできました。縦方向の繊維のものは割れにくいんですけども、逆のものはご覧の通りもう割れているような状態ですね。なのでほんの少しなんですが、2層目を残したものになっています。厚みは若干厚くなってしまうんですけども、これはしょうがないですね。差し金と自由金を駆使して寸法を取っていきます。一層残しの後半はすぐ裂けてしまうので、扱いが本当に難しいです。縦地の2つはまあまあいい感じにいきました。縦勝ちか横勝ちか、どちらかを先につけて、それに対して90度に切ったものを合わせるだけでもいいんですけども、止めでお互いを45度にとって合わせる方法を採用しました。小さくてほとんど見えないと思うんですけども、どっちがいいと、自問自答した結果、45度に切ったものの方が絶対に綺麗じゃんってことで、やっていきました。こういう作業はやっぱり夜中はかどりますね。自分の中で、どこまで言うてるか、自分との戦いなんですよね。時間をかければ絶対に綺麗にいく、はずなので、スレイガーさんが言ってた本気ならやれるはずだ、気合の問題なのよねってやつですね。
全て仮止めですが、左右ルーバーの取り付ける壁を作り、後半の積層を隠す部材もなんとか収まったところで前半戦終了です。後半は冒頭にあったルーバーを連動で稼働できるように細工して最後まで持っていきます。ぜひ最後までお楽しみください。まずルーバーの羽の可動軸を取り付けていきます。アニメの中でこのルーバーから煙というか、風が出ている有名なシーンがあります。皆さんも知ってるでしょうけども、第1話でねガンダムが初めて立ち上がる場面ですね。ただルーバー自体が動いているような描写はなかったと思います。そうなんですけども、気に動く戦士と書いて機動戦士ですし、これぐらい楽勝やろうっていうね謎の自信で、可動式にしました。もちろん1枚ずつバラバラに動くのは違うやろ、やっぱ連動だっていうことでね、やっちゃいましたね。ノリです、ノリ。重要なのが羽の取り付け位置ですね。左右でずれてたりするとみっともないですからね。
縦の小口隠しの材料なんですけども、ルーバーを入れてから挟み込むようにしか入らないことが判明しまして、2つに割っていきました。両サイドの幅をギリギリに攻めてるっていうのと、少し斜めに掘り込む必要があったのでね、ここで割る必要があるんですよね。組み上げてるところを見てもらうと、分かっていただけるかなと思います。これで全てのパーツが作り終えました。こんだけの部材なんですけども、何時間かかったのかな。カメラの素材だけでは3時間以上はありました。こいつだけはですね、この状態でサンディングするともうバラバラになってしまうので、取り付けてからサンディングするようにします。まずルーバーの羽が連動可動なので3つをつなげていきます。構造自体はシンプルなんですけども、やっぱりいざやってみるとですね、いろいろ混乱しますよね。3つ連動できました。ビスを締めて3つ連動させたんですけども、もうこれはただの軸でですね、きつく締めすぎないことですね。遊びが大事です。この角度から見てもらうと分かってもらえると思うんですけども、ルーバーの可動軸自体は全て平行、それなんですけども、胸部前面が曲面なんですよね。角度をつけて羽を取り付けている状態、なんて言ったらいいのかな、分かりますかね。少しねじれているような感じなんですよね。これがね、いろいろ言葉にできない難しさがありました。
片方なんとか組み上がりました。まだこう後ろのね小口隠しの部材がまだ入っていないのと、表面まだ削り込むのでねまだなんですけども、うまく組み込めたと思います。最後に逆サイドをやっていきます。最後に後ろから積層隠しの部材を取り付けて、全てのパーツが取り付けられました。あとは積層隠しの部材をきれいに削っていきます。一旦はみ出た部分を削ってから、最後にここへ面ができるよう角度をつけて削っていきます。こういうちょっとしたところが、完成度を左右すると思うので、最後まで気を抜かずに削り込んでいきました。気づいたらね、深夜2時過ぎやったかな。手が止まらなかったっていうかね、こういう時だけはね、時間を忘れるんですよね。
今回も長い制作動画でした。最後に完成形をじっくり見てもらって終わりにしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。今回はね、アップにも耐えられるような、綺麗な仕上がりになったかと思います。あと一応可動っていうことなので、何かあったら怖いので、軸を支える両サイドのパーツはボンドをつけずにビスだけで固定しています。気づきましたかね。胸のダクトを取り付けただけでね、また一歩ガンダムに近づいたかと思います。ルーバーの可動も硬すぎず緩すぎず、いい塩梅だと思います。長さを攻めたので少し干渉しているみたいで、ある意味いい音になってますよね。合板でも少しは湿気吸って履いて、呼吸するでしょうから、硬さがね時期によって変わるかもですね。今回も長い動画最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。次回はですね、最後の黄色いパーツになるのかな、襟の製作に入るかと思います。いつも言っているような気がするんですけども、次襟がつけばね、もう誰がどう見てもガンダムになるんじゃないでしょうか。次もね、ぜひお楽しみに見ていただいて、一緒にガンダムを作っていってもらえたら嬉しいと思います。ということで今回の動画はここまでですが、完成まではまだまだ続きますので、また見に来ていただけたら嬉しいです。ではいつかの木曜日、機動戦士の日にお会いしましょう。どうもありがとうございました。